今回は2021年12月23日に Steam や Nintendo Switch、PlayStation 4などで発売された新三国無双8エンパイアーズ、この評価レビューを取り上げていきたいと思います。評価にあたり、プレイ時間は体験版を含めて10時間、難易度は普通で1つのシナリオをクリアしたほか、一部のイベント戦闘をプレイしています。過去作は新三国無双シリーズはある程度の数をプレイ、エンパイアーズシリーズは今回初のプレイとなっています。このため過去のエンパイアーズシリーズとの比較は取り上げていませんので、あらかじめご了承ください。今回のレビューでは先に私からの評価レビューを述べた後に、今回 Steam でも発売されてますが、そこで今現在賛否両論というような評価の内容になってます。なぜこのような評価になっているのか、いくつか理由があるため、そこも最後の方に述べておきたいと思います。それでは早速ご覧ください。三国志の武将を選び、もしくは自分で作ったキャラクターを用いて遊んでいく今作。その武将の立場によって遊び方も多少変わり、君主として全土を目指すのか、もしくはその君主のもとについて一緒に戦っていくのか、それとも独立するのかなど、いろいろな展開をすることができます。他の三国志の武将と共に行動することもできるため、三国志を知っている人であればあるほどゲームへの興味は増すと思われます。逆にあまり知らない人ですと、よくわからない名前の人物が大量に出るだけのゲームに感じられてしまうため、没入感は薄くなります。多くのオリジナルグラフィックの武将がいるので、そうした武将を中心に遊んでいくと、三国志を知らなくても楽しめるかもしれません。戦闘はアクションゲーム要素が中心です。無双シリーズならではの大勢の敵を倒す魅力だけでなく、どの拠点を先に落とせばより手早く敵を倒せるかなど、攻略の仕方によって有利不利も変わってきます。味方の兵数が多ければ有利に運ぶものの、劣勢になると自らのキャラクターも不利になるため、自キャラが強いだけでは苦労することも出てきます。城周辺が舞台となり、工場と防場では最終的な目標が異なります。特に防場では時間制限まで守りきればいいため、戦い方次第によっては不利な状況でもしのぐことが可能です。無双としてのアクション要素とともに、戦闘中の戦略によっても戦い方を有利に運ぶことができるのが特徴となっています。国を強くするために内政をする必要があります。金や兵糧を増やすだけではなく、城を強くしたり、兵士を増やしたり、また他の武将との交流などが可能です。やれることが多いため、どれをやればいいのかが迷いどころ。特に他の武将との交流で人を集めたいものの、敵が攻めてきたり、兵糧を増やさなければいけないなどの場面も多く、交流に手が回らない状況になることもあります。君主の立場だと全体を見て行動する必要があるため、なおさらです。立場の違いによってできることの範囲が決まっているため、上の立場になればなるほど選択肢が多くなり、戦略ゲームをプレイし慣れてない人からすると迷う場面も多いと思われます。無双シリーズの爽快感のみを求める人はここがネックになるかもしれません。エディットモードでキャラクターが作れ、そのキャラクターを操作して遊ぶことができるのがエンパイアーズシリーズの魅力の一つです。個人的に使用してないためあまり多くは語りませんが、このモードを過去作と比べてできることが限られている、変更できる武装等が限定的というような指摘があるようです。またキャラクターを作る際に描写を変える際にいちいち決定ボタンを押して切り替えなければならない点が億劫に感じる人もいます。これは慣れの問題もありますが、手間であることは否めません。三国志の武将で遊んでいく人からすれば全く影響のないことではありますが、自らでキャラクターを作りたい人は一行するべきポイントです。ただ過去作を遊んでいないのであれば、これが多いのか少ないのか判断することもないでしょうから、まずは遊んでみるのも良いのではないでしょうか。任天堂スイッチ版が発売されることによる影響がいくつか出ています。任天堂スイッチ版そのものの読み込み速度の遅さや描写が他の機種より劣っている点は、機器の性能上仕方がない部分があります。それ以外にはエディットモードで描写を変える際にいちいち決定ボタンを押さなければいけなかったり、敵の拠点にいる敵の数が少なく、多くの敵を倒すには再度敵が出てくるまで待たなければいけなかったり、多分ですが任天堂スイッチの影響と思われる仕様がいくつか見受けられます。日本でも売り上げのあるタイトルのため、任天堂スイッチを外すということができないのはわかるものの、それぞれの機種に最適化された
調整があればよかったのではないかと思っています。Steam では発売から3日経過した時点での賛否両論 44% が好評という評価になっています。これはあまり高い数字ではありません。だが、こうなってしまった要因がいくつかあります。ここではなぜ賛否両論になるまでの評価になっているかを取り上げたいと思います。英語の収録は2022年2月からとなっています。だが、英語を用いる人が発売日に買ってしまい、言語がわからず不評と評価している人が多くいます。これは告知不足等の問題もあります。ストアページを見ると、英語で設定している人は、英語の説明ページが出てくるため、当然英語が収録されているものと思って購入してしまいます。日本語だと、ストアページが日本語であっても、日本語が収録されているかどうかは確認してから買うという人も多いのですが、英語の人は他のゲームでは英語があることが当たり前であったために、そうした確認をしない人も多かったのでしょう。また、Xbox 版では英語が収録されているということもあり、なぜ Steam では英語がないのかという不満も出ています。こうした理由で英語の不評レビューが多く見受けられました。ここで言語別の目視で確認できる好評不評を見比べてみると次のような感じでした。この結果はレビューを書いている人のみの対象、調査段階での数字となっています。よく日本人は低評価をつけることが多いと言われます。言語の問題がある英語よりも日本語の好評率が低い今回の例を見ると確かにそうなのかもしれないとうなずかざるを得ません。韓国がなぜこんなにも評価高いのかちょっとよくわかりません。一方、中国も不評が多く、日本語のレビューよりもより多くの人が不評になっている。中国本土の方は高いものの、特に台湾とかそうした地域の人の不評率がかなり多いように感じます。この評価はもしかしたら長くシリーズを遊んでる人から不評が多く、比較的新規の英語圏のプレイヤー、そういう人から見たら普通のゲームという風に映っているのかもしれません。言語、英語がないから不評という人も多かったので、もしかしたら英語圏の人はその部分の評価を取り除けばもうちょっと高い数字になっていたかと思います。今回初のエンパイアズシリーズのプレイでしたが、思いのほか気軽に楽しめて、何よりネタっぽい汎用イベントなどもあり、笑える場面もあったのも好印象です。気軽に遊ぶことのできるゲームとしての魅力を感じることができた点が個人的に評価したいと思います。以上です。今回の評価レビューが参考になれば幸いです。すでにゲーム実況動画を上げてますので、どういったゲームか興味のある方はゲーム実況の方でもご確認ください。また、今回のレビューが参考になった方は高評価をお願いします。他にも様々な三国志の動画を上げてますので、チャンネル登録をしていただいて、そうした動画も合わせてご覧ください。ではでは。